はい。じゃあ次、今後どの言葉を勉強したいですか？フランスやイタリア語を勉強したいと思いますか？という質問ですね。そうね。まあ今後どのような、結構言語は割と勉強したい方で、英語も全然ちょっとまだ完璧にはなってないので、それが終わるのであればヨーロッパ圏の言葉はちょっと覚えてみたいなって思うけどね。それこそ最初は、クリスマスマーケットとか言ってたから、ドイツ語とかいろいろ考えてた時期もあったけど、言語は本当現地の人とやっぱりお話ししたりとかしてみたいから、どの言語も覚えられるなら全部覚えたいし、でもそうなるとちょっとキリがないから、でも覚えたいですね。フランス語もイタリア語も、私は韓国の Vlog も好きだから韓国語も読めたらいいのになって思うことがしょっちゅうあるし、中国語のね、中国の人とかも日本で多いけど、そうだね、中国語も分かればいいのになって思うことあるし、英語に限らずやっぱり覚えたい言葉はいっぱいありますね。その現地に住みたいって思った時に多分その現地の言葉を勉強するかもしれないですね。チャンネルを通じて実現したい夢や特別なプロジェクトはありますか？そうだね、結構あるよね。もともとさ、その Vlog を始める前に、そのお互いさ、勉強してた時期があって、僕で言うとなんか20代はこうとにかく勉強してた。休日はさ、土日に朝、5時に起きてカフェに行って一日中勉強してるみたいなのがもう、2人でずっとそのルーティンをそのルーティンをもう 2,3 年ぐらい多分続けてたんですけど、で僕はどっちかというとその資格の勉強ばっかりで、その将来はその企業に勤めて、海外支社とかでこうゆくゆくは海外で暮らしたいっていうところがあり、でスーちゃんはスーちゃんでこう独立したいっていう気持ちがあったから、なんかいろいろと、Vlog もピラティスとかもそうだし、いろんな資格を取ろうとインプットばっかりしていましたね。インプットばっかりして、だからなんか焦りもあったし、いくらインプットしてもなんか満足で大丈夫かなみたいな不安ばっかりでね。そうね、だから今回 Vlog を始めて、実現したいのは、海外での暮らし、そのこういう YouTube っていうビジネス上やっぱりどこに行っても、カメラ一つあればこうね、生活できるっていう面もあるからね。なんか今この YouTube をやって初めてアウトプットを2人で経験してるんですけど、そのアウトプットを始めたことでこうやって皆さんとつながることができて、なんか本当それがね2人でいつも本当感動してるというか、いまだになんかね本当にドキドキする、また来てコメント来たとか本当にいつも嬉しくって、だからなんかそういう皆さんと直接お会いしたいなってもいつもね話してるし、だから海外の暮らしとか旅行とかいっぱい行きたいし、あとなんかこう自分たちももしかしたらその日本と海外をつなぐような架け橋になるようなお仕事ができるんじゃないかとか、なんか今までの自分たちじゃ考えられなかったような、ワクワクするような仕事を、なんかやれるんじゃないかっていう、やりたいなっていうのとかね、そういう日本を好きでいてくれる皆さんのような海外に住まれてる方がもっと日本を身近に感じてくれるような機会とか、そういう交流の場もなんか提供できるような、なんかそういう仕事がしたいなっていうのはなんかまだ漠然としてるけど、2人で話してます、そうだね。なのでいろいろと転々と、国を回りたいっていう思いもあるので、もしそのあなたの国に行った時はぜひ、案内してくれると嬉しいです。お願いしますじゃあ次、友達と遊ぶことはありますかっていう質問ですね。ふーちゃんはどう？私は友達は本当に数限られているというか、本当に
会う友達はすごい少ないんですけど、ずっとこう仲良く、お互いに仲良くしてる友達はいて、定期的に、まあお互い仕事もあったりとか、家庭があったりとかもあるので、そんな頻繁には会えないですけど、まあこういう年末の節目とか、そういうタイミング、年に2、3回ぐらいの頻度で会ってる友達がいますね。はい。そうね、僕はそうね、まあさっきも言ったんですけど、20代の頃はもうとにかく土日は勉強っていう生活をもう何年も続けてきたので、割とこう友達との誘いとかがあっても、僕の場合は結構断ってたんですよね。まあ朝早く起きて夜はもう9時には寝る。なので飲み会とかも行けないっていうのもあったから、でそれで行ってまあ今はもう全然会ってない、疎遠になっちゃったっていうのが現状ですね。でも結婚式とかね、地元に帰ればね、会ってるもんね。そうね、地元に帰ると、まあ、会うことはある、まあこっちに、まあ、東京に住んでる人には割とちょっと断ったところもあって、まあ、向こうも誘いづらいかなっていうところがあって、ちょっと疎遠になってる。友達が募集です。友達募集です。お願いします。家族は遠くに住んでいますか？まあどこに住んでますかっていうところかね。じゃあ、はい。私の家族は東京の隣の県にある埼玉という埼玉県に住んでいます。なので電車でまあちょっと電車だと不便、遠回りになっちゃうんですけど、2時間ぐらい乗れば行けるぐらいの距離に、いますね、家族は。まあすーちゃんもあれだよね、月に1回ぐらいはもう会いに行ってるよね。月に1回は休みの日に家族のとこに帰ってますね、ご飯を食べに。そうだね、ご飯が豪華になるからね。ご飯が豪華に。で僕の実家は、まあ、さっきも言ったと思うんですけど、九州にある福岡県っていうところに住んでまして、まあ、知ってる方はご存知ですけど、ラーメンとか、豚骨ラーメンも有名で、そうですね、まあ、今年の6月に一度帰りました。なので、まあ、それまではちょっと新型コロナウイルスが流行ったというのもあって数年帰れてなかったんですけど、まあ、今年やっと、帰れたという状況ですね。はい、次、日本で一番好きな場所はどこですか？いやーいっぱいあるけど、まあ、2人のって言うんだったら東京かな。まあ、東京だよね、まあ、直近だし、結構いろいろ経験したからね、東京で、それこそさっき言った初めて東京の文京区に住んだっていうところで、なんかいろいろさ、徒歩圏内に、ここに秋葉原上野あるのみたいな感じでさ、結構まあ衝撃的だったじゃん。で、あとまあ便利だしね。便利だし、楽しかったよね。楽しかったね。ここも今住んでるとこもすごい、結構ね、すぐ東京駅とかも行けちゃうし、結構毎日が刺激的だから、まあ飽きないかな。そういう意味ではやっぱ東京が一番好きな場所であると思う。なんだかんだやっぱ東京はすごい魅力的な街ですね。さすがにね。はい、じゃあ次、子供の頃どんな感じの子供だったでしょうか、っていう質問ですね。まあ、よく言われてたのは、まあ、いつもニコニコしてるねっていうのと、あとマイペースだねっていうのと、あんま変わらんね。変わらないかもしれない。あとはなんかこう結構一つのことに熱中する、黙々とやるタイプだったから、自分としては別にそうは感じてないんですけど、周りからは結構努力家だねっていうことをよく言われてた。でも努力っていうよりもただ夢中になってやってたっていう感じ。バスケももう結構努力してた感じだ、バスケも、ちょっと挫折したりとかはあったけど、それまでは本当もうそれこそ守谷みたいに朝5時に起きて練習しに行って、学校終わったらまたすぐ練習してみたいなのを繰り返してた時もあったし、あとそうだね、そういう習字とか書道もやってたんですけど、書道も親に言わないで熱中しすぎて、小学生なのに夜9時まで書道教室に迷惑よね。迷惑先生に付き合わせて親に捜索されるっていうのもよく
やってました私は。うんだからそういうちょっと抜けてたりとか、あんまり周りを見ないで突っ走っちゃうからまあちょっと迷惑はよくかけてたし、あと忘れ物が多い子供でした、ね。はい、抜けてて忘れ物が多い。そういう難点もあります。そうだね。僕はまあそうだね。とにかくまあスポーツが好きで、まあ小学校の頃はバレーボール部に入ってて、中学は卓球部で、まあ、高校はまあ寿司屋でバイトをやってたんですけど、で専門学校の時は陸上部で砲丸投げ。いっぱいやってるよね、森山。まあ飽き性だったからもうとにかくいろんなスポーツをやりたいっていうのもあって、でもそうだね、その時からやっぱいろんなことやってるタイプなんだね。そう、まあ、今のその仕事につながってるけどとりあえず新しいこと、エクスペリエンスが好きだから、だからいろいろスポーツ書いていったっていうの、まあかじり屋だね。でまあ特に小学校の時はムードメーカーでこう人見知りもなくさ、まあ、クラスの中心まではいかないけど、まあ、ムードメーカーで兄弟7人いたって言ったけど、まあ、7人の中でも、まあ、こう仕切り役というか、なんか兄弟の中で劇とかやったりするんだけども、なんか俺がこう監督でこういう風に演技しろって、で演技が悪かったらこうちょっと怒るちょっと短気なところも。意外ですね、それ。だからまあ今はめちゃくちゃ人見知りだし、そんなにこう明るく調和をする方だよ。だから、全然多分考えられないと思う。っていう感じかな。新たな一面が。じゃあ次。はい。日本以外でどこに住みたいですか？これはさっきの旅行とはまた別だね。旅行とは別。住みたい場所だもんね。住みたい場所か。じゃあ、まあなんかそれこそよく YouTube 日本人の人で海外移住してる人の Vlog をよく見るんですけど、まあやっぱりその影響が一番多分強いと思うんですけど、カナダ、あとマレーシア、あとパリに住んでる人の YouTube を Vlog を見てるからだと思うんだけど、あとアメリカもそうか、なんかそのイメージでもういいな、憧れるなっていうのがもうすごいこう何回も見てるから、カナダ、マレーシア、パリは住んでみたいなっていうのはありますね。そうイメージがつく。そうだね。僕は一つ目がインドネシア。いやなんかインドネシアに友達が駐在してたことがあって、でなんかやっぱり料理が美味しい。まあ有名なのでナシゴレンとか、であと物価も安いし、まあ人柄もこうなんていうのかな。なんか優しいフレンドリーで優しいから、現地に行っても多分馴染めるよっていう感じだったね。で2つ目がスウェーデン。まあ北欧はまあどれもちょっと捨てがたいんだけどちょっとまあ家具とかさ見て自然とかもやっぱ綺麗だし、ちょっと福祉とかもなんか充実してるから、まあ住む上ではなんか結構こう住みやすいのかなって思いますね。であとはイギリスは去年実は一人で旅行に行ったんですけど、でその時に多様性とかそうだ、まあ、イギリスのロンドンに行ったんですけど、そこの街並みとかすごい綺麗で、まあその時はちょっと英語がちょっと拙くてちょっと普通悔やしながらちょっと帰ってきたんですけど、もう一回チャレンジしたいっていうのと、現地に住んでみて、イギリスのカルチャーをこう味わってみたいっていうところがあって、この3つを選びました。いいですね。じゃあ次、将来子供を持つ予定はありますか？ありますね。ありますね。持つとしたら何人ぐらい？2人ぐらいかな。2人持ってれば、授かるものだからあれだけど、兄弟がいた方がいいかなと思うから。でも今はそうだね、ちょっと
こう YouTube というか、うんまあもうちょっと夢に向かってこう、自分たちの、ね、自分たちの時間をこう使いたいっていうのもあるから、まあ少し先にはなるかなと思うけど、まあ将来的にはやっぱ持ちたいかな。じゃあ最後の質問かな。最後だね。忘れられない思い出はありますかっていう質問だね。そうだね。忘れられない思い出か。今俺が思い出せる中では、まあ結構付き合って初期の頃なんだけど、すーちゃんがスマホの機種変をしようっていうことで、まあ、近くの、まあ、携帯ショップに行ったんだけど、その行ってカウンターに座ったところでまあ、本人確認書類見せてくださいっていうところで、まあ、財布持ってなかったっていうのがそこで判明していや一番いるやんって思って。そんなことあったっけ？いや、あったあった。でそれないからめちゃくちゃ遠いんだけど、君の実家、そっか、まだ一緒に住んでない。その時はまだ同棲してなかったから、君の実家の方に取りに行くっていうことで、電車で2時間ぐらいかけてついてったの？森谷。ついてった。で取り行って、優しいね。そこの君の住んでる家の近くの携帯ショップで機種変をしたっていう確かにあったかも。それが忘れられない思い出の一つになるかな。それなんか恨みつらみがあるんじゃないの？そういう意味では思い出す思い出になるかな、それは。ついてきてくれたんです。私が携帯とかわかんないからね。そうね。契約してくれたんだった。それは面白いと思ったけどね。忘れていいよ、そんなの。じゃあそんなん言われるんだったらさ、うちはあれだよ。デート4回ぐらいして、初めてその 4回目かな、なんか、今までずっとこう近場でお茶とかでデートしてたけど、ちょっとした遠出の車でデートした時があって、でそれが千葉県にあるなんかこう有名な山、のこぎり山っていうその写真スポットで、なんか崖みたいなところで写真を撮るっていうすごい有名なスポットがあるんですけど、そこに行った時に私はてっきり2人でそこで写真を撮るかと思ってたら「行ってきな、撮ってあげるよ」とか言って1人で行かされて、もうすごい人気だから、いろんなカップルとか家族とかが楽しそうにその写真スポット並んでるのに、私だけ一人でポツンって並ばされて、いやもう別にこんなん撮りたくないよって思いながら一人で並んで、いざ順番になって、いやもう早くパッと撮って戻ろうって思ってたら、その離れてるんだよね、崖だから写真を撮るところと写真撮られるところは遠くて離れてるんですけど、そしたらその離れてるところからモリアンじゃなくて、そのなんか知らないおじさんがなんか「今彼氏がそっちに行くからね」とか言って大声でみんなの前で「でそういうこと言われて「何事?」ってなって、でそしたらモリアンも「今行くからちょっと待ってね」とか言って。いやそれはいやだからその流れとしてはなんか俺がその遠目から崖とすーちゃんを撮ろうと思ってたら、その隣のおじさんがこう親切心でなんか彼女を一人でその撮らせるなんてなんか彼氏としてもうダメなんじゃないの、俺が撮るから行ってきなよ、でそのを彼女にここで伝えろよって言われたから、その遠く小声だと聞こえないから大声で言わなきゃいけないっていうちょっと恥ずかしいことを。でもさ、その時まだ付き合ってないんだよね、付き合ってないから今彼氏が行くよとかそういうこと言われるのもね、周りはそんなの分かんないけど、自分たちとしてはすごい恥ずかしくて、もうそれは本当に恥をかきましたね。なんかお互いの恨みつらみの言い合いになっちゃったけど、まあそれが忘れられない思い出になります。なんか最後もずっとどうでもいいような話ばっかしたような気がする。そうね、どうでもいい情報がちょっといっぱいあったと思いますけども、はい、楽しんでいただけたら嬉しいです。
で、まあ、他にもいろいろとまあコメントも来てて、まあ、例えば、まあ、ルームツアーとか、してもらえませんかっていう、まあ、コメントもあったんですけど、まあそうね、そういうのもまあおいおい。そうですね、まあ年末に、まあ、ちょっといろいろ、年末って日本はね大掃除の文化があるんですけど、まあ、そういうちょっといろいろ自分たちもここ早く変えたいなとか、お部屋のレイアウト変えたいなとかいろいろ思ってた部分もあったので、まあ、そういうのもちょっと、ついでにルームツアー的な感じで撮れたら楽しいなっていうのもあるし、まあ、ちょっとなんかこう恥ずかしくて全部映せそうルームツアーこう楽しいかなとかね思っちゃう部分もあったので、まあ、大掃除をちょっといいきっかけに、まあ、ちょっとトライしてみたいと前向きに検討中です。そうだねもうそうですね、いろいろいつも提案してくれたりとか、優しいコメントをね、いつもくれて、本当にいつも感謝の気持ちでいっぱいです。よし、じゃあまあこんな感じかな。では、次回の Vlog でお会いしましょう。お会いしましょう。じゃあこれ食べよう。食べれなかった。あ、もう喉カラカラだよ。枯れた。